レッスン1、ダンスやプロムなどの学校行事に行くのは好きですか？こんにちは、アンナ。ダンスやプロムなどの学校行事に行くのは好きですか？はい、ダンスやプロムなどの学校行事を楽しみにしています。楽しくて思い出に残る経験です。それは素晴らしい。週末の友達との行きつけのアクティビティは何ですか？公園でブラブラしたり、映画を見に行ったりすることは、週末に一緒に過ごすお気に入りのアクティビティの公一つです。園で過ごしたり、映画を見たりするのはとても楽しいですね。他に好きなアクティビティはありますか？また、カフェに行ったり、新しいレストランを試したり、誰かの家でゲームナイトをしたりするのも楽しいです。カフェやレストランを探索したり、ゲームナイトを開いたりすることは、友達と絆を深めるのに最適な方法です。週末のアクティビティで思い出に残っている瞬間はありますか？面白い映画のシーンから陽気なゲームナイトの大会まで、笑いに満ちた瞬間がたくさんありました。笑いに満ちた瞬間は、思い出をさらに特別なものにします。今後、友達と週末の予定はありますか？ビーチでのピクニックや、親しみやすいスポーツの試合を計画しています。私たちは屋外でアクティブに過ごすのがビー大好チピクニッきです。クとスポーツマッチは素晴らしい計画のようです。週末の友達とのアクティビティについて、最後に考えたことはありますか？友人と充実した時間を過ごすことは、強い関係を築き、永続的な思い出を作るために重要です。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。今度の週末のアクティビティを友達と楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素敵な一日を。レッスンに、週末に友達と行っておきたいアクティビティは何ですか？こんにちは、アンナ。週末はよく公園に行ってバスケットボールをする。週末に友達と行くアクティビティは何ですか？ネイチャートレイルの探索やハイキングは、週末のお気に入りのアクティビティです。私たちは屋外にいてアクティブでいることを楽しんでいます。自然遊歩道を探索したり、ハイキングしたりするのはとても楽しいようです。特に訪れてみたいトレイルや公園はありますか？近くには地元の自然保護区や山腹の公園などお気に入りのトレイルがいくつかあります。地元の自然保護区や山腹の公園では、美しいハイキングを楽しめます。ハイキングに出かけた中で、思い出に残る瞬間はありますか？ハイキング中に山頂から息を飲むような景色を眺めたり、野生生物に遭遇したり、隠れた滝を発見したりしました。息を飲むような景色、野生動物との出会い、隠れた滝などが、ハイキングをさらにエキサイティングにします。今後、ハイキングの予定はありますか？来週末はもっとチャレンジングなトレイルに挑戦する予定です。素晴らしい景色と起伏の多い地形で知られています。チャレンジングなトレイルへの挑戦は、まるで冒険のようです。週末の自然の中でのアクティビティについて、最後に考えたことはありますか？自然の中にいると、日常から離れてリフレッシュでき、アウトドアの美しさを味わうことができます。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。これからのハイキングアドベンチャーを友達と一緒に楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素晴らしい一日を。レッスン3、どのくらいの頻度で祖父母を訪ねますか？こんにちは、アンナ。私は月に1、2回祖父母を訪ねます。どのくらいの頻度で祖父母を訪ねますか？私は各州で祖父母を訪ねるようにしています。私は彼らと時間を過ごし、彼らの話を聞くのが好きです。それはいいですね。定期的な訪問は強いつながりを保つのに役立ちます。祖父母を訪ねるとき、
具体的に行っていることはありますか？私たちはよく一緒に食事をしたり、ボードゲームをしたり、近所を散歩したりします。家族との充実した時間です。食事、ボードゲーム、散歩は素晴らしい絆を深めるアクティビティのようです。祖父母との思い出に残る瞬間はありますか？訪問中、私たちは心のこもった会話をし、笑いを分かち合い、美しい思い出を作りました。心のこもった会話と笑い声が訪問を特別なものにします。訪問のスケジュールを立てたり、祖父母と時間を過ごすのに苦労したことはありますか？スケジュールや距離が矛盾していると難しいこともありますが、私たちはお互いに時間を見つけるよう努めています。困難があっても時間を見つけることは人間関係の重要性を示しています。祖父母を訪ねることについて最後に考えたことはありますか？祖父母を訪ねることは、祖父母が私たちと共有してくれる知恵と愛への愛、敬意、感謝を示す方法です。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。次回の祖父母との訪問を楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素敵な一日を。レッスン4、家にペットを飼っていますか？こんにちは、アンナ。はい、ウィスカーという名前の猫を飼っています。家にペットを飼っていますか？いいえ、家にペットを飼っていません。でもずっと犬が欲しかったんだ。犬は素晴らしい仲間です。まだ犬を飼っていない特別な理由はありますか？私はペットが同伴できないアパートに住んでいるので、現時点では実現できません。ああ、わかりました。アパートのルールでペットの所有が制限されることがあります。愛病ウィスカーさんとの思い出に残る瞬間は？ウィスカーズは、私が本を読んだりテレビを見たりしている間、膝の上で丸まるのが大好きです。一緒に過ごしていると、それは愛らしいですね。心地よくリラックスできる時間が過ごせます。猫はとても愛情深い。ウィスカーのお手入れで直面している課題はありますか？定期的に身だしなみを整え、十分なプレイ時間と刺激を与えることは、取り組むべき重要な課題です。幸せで健康な猫には、定期的な手入れと遊びが不可欠です。ペットを飼うことについて最後に考えたことはありますか？ペットは私たちの生活に喜び、交際、そして責任をもたらします。ペットはどんなご家族にとっても素晴らしい一品です。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。ウィスカーズとの時間を楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。良い一日を。レッスン後、あなたは野外活動のファンですか？こんにちは、アンナ。はい、週末はハイキングやサイクリングを楽しんでいます。アウトドアアクティビティは好きですか？絶対に。私は屋外にいて自然を探索するのが大好きです。爽快で活力を与えてくれます。それは素晴らしい。おすすめのハイキングコースやサイクリングルートはありますか？川沿いには風光明媚な遊歩道があり、近くの森を通るサイクリングコースもあります。どちらも美しくて楽しいです。川沿いの風光明媚なトレイルや森の中のサイクリングコースは素晴らしいです。アウトドアアドベンチャーで思い出に残っている瞬間はありますか？ハイキング中に山頂から美しい夕日を見たり、険しい地形をスリル満点の自転車に乗ったりしました。夕日を眺めたり、スリル満点の乗り物を体験したりすると、アウトドアアドベンチャーは忘れられないものになります。ハイキングやサイクリングの予定はありますか？来週末、新しいトレイルをハイキングして、別のサイクリングルートを探索する予定です。
私は新しい道に挑新戦すしいトレイるのが大ルやルート好きです。を試してみると、ワクワク感が持続します。最後にアウトドアアクティビティについて何か考えはありますか？アウトドアアクティビティは自然と触れ合い、アクティブな状態を保ち、私たちの周りの世界の美しさを鑑賞する機会を提供これ以します。上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。これからのアウトドアアドベンチャーを楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素晴らしい一日を。レッスン6、午前9時までに会議の準備はできていますか？午前9時までに会議の準備はできていますか？はい、時間通りに準備できました。会議では何を話し合う必要がありますか？プロジェクトの最新情報を確認し、今後の締め切りについて話し合います。具体的に取り上げたい点はありますか？マーケティングキャンペーンの進捗状況を共有したいと思います。あなたはどう？財務予測と予算の最新情報を提供します。持参すべき資料はありますか？最新の売上レポートと関連書類をご持参ください。プレゼンテーションの準備はできているべきか？はい、要点をまとめた簡単なプレゼンテーションを用意しましょう。特定の形式やスライドがあれば教えてください。簡潔で視覚的に魅力的なプレゼンテーションが理想的です。有益でありながら魅力的なものにしましょう。質問や議論に時間を割くべきか？絶対に。全員が質問をしたり、洞察を共有したりする時間を与えるべきです。会議はどのくらいの時間続くべきですか？急がずにすべてを網羅できるように、1時間の会議を目指しましょう。他に準備しなければならないことはありますか？明確なアジェンダを用意し、事前に参加者に配布する必要があります。会議についての最終的な感想は？全員が十分な準備をしていることを確認し、積極的な参加を促しましょう。さあ、実りある会議にしましょう。レッスン7、今日30分間運動できますか？今日は30分間運動してもいい？はい、簡単なワークアウトに参加できます。どんな種類のエクササイズを考えていますか？近所を早歩きしたり、ジョギングしたりしてみてはいかがですか？有酸素運動に向いています。やる気ある？それは完璧に聞こえます。ウォーキングやジョギングを楽しんでいます。何時に行けばいいの？夕方、午後6時頃に行きましょう。屋外に出るにはいい時間だ。それはあなたにとって都合がいいの？午後6時が私にとってはうまくいきます。動きやすい運動服を着るようにするよ。ストレッチは前後にすべきか？はい、怪我を防ぐためにウォームアップとクールダウンのストレッチルーチンをしましょう。特に好きなストレッチはありますか？足のストレッチやショルダーロールをするのが好きです。リラックスさせてくれます。何か機材は必要ですか？散歩やジョギングに必要な道具はありません。歩きやすい靴やランニングシューズを履いてください。他に含めたいエクササイズはありますか？散歩中にスクワットやランジなどの体重運動を取り入れることができます。多様性が増します。進捗状況を追跡するのはどうですか？フィットネスアプリまたは歩数計を使用して、距離と歩数を追跡できます。モチベーションを高めることができます。ワークアウトセッションについて他に何か考えはありますか？新鮮な空気を楽しんで、楽しいアクティビティにしましょう。アクティブで健康でいるためにも。レッスン8、聞きながらもっと注意深くなれませんか？聞きながらもっと注意深くなってもらえますか？
はい、言われたことにもっと集中できます。なぜそれが重要だと思いますか？気配りがあることは敬意を示し、他者を理解するのに役立ちます。どのように改善する予定ですか？アクティブリスニングを練習して、気を散らすものを最小限に抑えます。あなたはどう？私は細心の注意を払い、邪魔にならないように努力します。役に立つと思う具体的なテクニックはありますか？アイコンタクトを保ち、うなずいて翻訳していることを示すことで、注意力を保つのに役立ちます。あなたはどう？簡単なメモを取り、頭の中で重要な点を繰り返すことで、情報を保持しやすくなります。注意力を維持する上で直面する課題はありますか？時々頭がさまよったり、自分の考えに夢中になったりします。あなたはどう？外部からの注意散漫は、集中力を維持することを困難にする可能性があります。聞きながらもっと注意深くなろうと思っている人に何かアドバイスはありますか？その瞬間に立ち会える練習をして、話者に真に関心を示しましょう。あなたはどう？質問を明確にし、聞いたことを要約することで、注意力が向上します。聞きながら注意深くなることについて、他に何か考えはありますか？コミュニケーションを改善し、関係を強化します。これからもマインドフルな聞き手であり続けましょう。私も同感です。注意深く、他の人の意見を真に聞くことが大切です。レッスン9、友達に電話して追いつけますか？友達に電話して追いついてもらえますか？はい、後で電話をかけることができます。どの友達のことを言っているんですか？あなたの友達のサラのことを考えていました。最後に話してから久しぶりだね。彼女と連絡は取れていますか？はい、彼女の連絡先は分かっています。彼女に連絡して、彼女がチャットできるかどうか確認します。具体的に聞きたいことや話し合ってほしいことはありますか？彼女の様子をチェックして、会うことに興味があるかどうかを確認してください。特に都合のいい時間はありますか？今晩、暇な時に彼女に電話してみます。その会話の最新情報をお伝えします。他に何か伝えてほしいことはある？私たちが彼女のことを考えていて、追いつきたいと思っていることを彼女に知らせてください。私たちが会った時に取り上げるべきだと思うトピック最はありますか？近の出来事について話したり、生活の最新情報を共有したり、昔を思い出すことができます。待ち合わせに好まれる場所はありますか？地元のカフェや公園で会うことを提案できるかもしれません。カジュアルで快適な環境です。サラが何を好むか見てみましょう。他に考慮すべきことはある？会話をスムーズに進めるために、いくつかの質問や会話のきっかけを用意しておくと良いでしょう。さあ、サラと再会して、素晴らしいキャッチアップを楽しみましょう。レッスン10、新しい趣味に挑戦できますか？新しい趣味に挑戦していただけますか？はい、新しいアクティビティを探求できました。どんな趣味を考えていますか？絵を描いたり、絵を描いたりするのはどうですか？クリエイティブでリラックスできる趣味です。アートに興味ある？それは面白そうですね。ずっと絵を描いてみたいと思っていました。いつから始めればいいの？今週末から始めることができます。基本的な画材を集めよう。具体的にやってみたい絵はある？水彩画から始めましょう。初心者向けみたいです。ガイダンスやチュートリアルは必要ですか？オンラインチュートリアルを見つけたり、初心者向けのアートクラスを受講したりできます。基本を学ぶのに役立ちます。それで満足してる？
はい、オンラインチュートリアルまたはクラスが役に立ちます。様々なテクニックやスタイルを探ってみましょう。他にやってみたい趣味はありますか？写真に興味があります。美しい瞬間を捉えることができます。撮影したい特定の被写体やテーマはありますか？自然や風景は写真を撮るのに最適な被写体です。それらは多くの美しさと多様性を提供します。写真撮影のための遠出を計画すべきか？はい、写真を練習するために屋外旅行をスケジュールしましょう。新しい場所を探索する機会にもなります。新しい趣味に挑戦することについて、最後に何か考えはありますか？コンフォートゾーンから出て、新しい情熱を発見するのはワクワクします。想像力を働かせて、旅を楽しみましょう。第11課あなたは写真部のメンバーだと聞きました。こんにちは、アンナ。写真部のメンバーだそうですね。かっこいいですね。はい、私は写真撮影とクラブの一員であることを楽しんでいます。ジョン、学校のクラブには入ってるの？はい、私も写真部のメンバーです。私たちには共通の関心事があります。それは素晴らしい。写真部で一番好きなことは何ですか？私は瞬間を捉え、写真を通して自分の創造性を表現することを楽しんでいます。とても楽しいです。写真は創造性を表現する素晴らしい方法です。好きな被写体やスタイルで撮影したいものはありますか？自然の写真を撮ったり、様々な角度や照明技術を試したりするのが好きです。自然写真は魅力的です。クラブを通して学んだヒントやコツはありますか？構図、様々なカメラ設定の使用、ポストプロセッシングのテクニックについて学びました。これらは持つべき貴重なスキルです。これまでに携わった思い出深い経験や写真プロジェクトはありますか？去年写真展があって、そこで私のベストショットをいくつか展示しました。ワクワクしました。それはあなたの作品を紹介する絶好の機会のようですね。写真撮影の計画や目標はありますか？今後もスキルを磨き続け、将来は写真コンテストにも参加したいと思っています。それは野心的だね。コンテストは自分自身に挑戦する素晴らしい方法です。学校のクラブの一員になることについて、最後に考クラえたブに所属ことはありすることで、ますか？自分の興味を追求し、他の人から学び、新しい友達を作ることができます。私も同感です。それはやりがいのある経験です。共有してくれてありがとう、ジョン。素晴らしい写真を撮り続けてください。どういたしまして、アンナ。感謝するよ。素敵な一日を過ごして、写真部活動を楽しんでください。第12課アルバイトはありますか？こんにちは、アンナ。アルバイトはしていますか？はい、地元の書店でアルバイトをしています。楽しい仕事です。かっこいい。本屋で働いていて一番楽しいことは何ですか？本に囲まれて、お客様が次の素晴らしい本を見つけるのを手伝うのが大好きです。本を扱う作業は充実しているように思えます。好きなジャンルや作家はいますか？私はファンタジー小説を読むのが好きで、好きな作家は J.K. ローリングとジョージ・ R.R. マーティンです。ファンタジーは人気のジャンルです。書店で働くことの特典やメリットは？本の割引が受けられます。個人の図書館を広げるのが大好きなので、これは素晴らしいことです。書店割引は読者の夢です。アルバイトで直面した課題はありますか？
特に繁忙期には大量の顧客への対応が困難な場合があります。大量の顧客との取引は厳しい場合があります。仕事から学んだスキルや教訓はありますか？書店での仕事を通じて、効果的なコミュニケーション、組織化、問題解決のスキルを学びました。これらは様々な分野に応用できる貴重なスキルです。アルバイトに関する計画や目標はありますか？今後も様々なジャンルや著者について学び、読者が本を選ぶ際により良いサポートをしていきたいと思っています。それは素晴らしい目標です。知識が豊富であることは、読者が適切な本を見つけるのに役立ちます。アルバイトをすることについて、最後に考えていることはありますか？パートタイムの仕事は、貴重な実務経験、自立、そして新しいスキルを開発する機会を提供します。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。本屋での仕事と読書を楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素晴らしい一日を。レッスン13、週末は何をしますか？こんにちは、アンナ。週末は何をしますか？週末には友達と遊んだり、読書をしたり、ジョギングに出かけたりします。あなたはどう、ジョン？また、週末は友達とのんびりしたり、読書をしたり、ジョギングをしたりするのも好きです。リラックスするにはいい方法だね。友達と過ごす時間はいつも楽しいです。たむろしている時に特にやりたいアクティビティはありますか？私たちはよく映画の夜を過ごしたり、食事に出かけたり、街の新しい場所を探索したりします。ムービーナイトや街の探索はエキサイティングですね。読書に追いついたら、どんな本を読むのが好きですか？私は様々なジャンルを楽しんでいますが、特にミステリーや SF の本に惹かれます。ミステリーやサイエンスフィクションは魅力的です。好きな本や作家を教えてもらえますか？私のお気に入りの本には、スティーグ・ラーソンのドラゴンタトゥーの女とフランク・ハーバートのデューンがあります。これらは人気のある選択肢です。それらを私の読書リストに追加することを検討します。週末にジョギングに行く特別な理由はありますか？ジョギングは心をすっきりさせ、アクティブな状態を保ち、健康的なライフスタイルを維持するのに役立ち心をます。清め、アクティブでいることが重要です。ジョギングで行きたい特定のルートや場所はありますか？家の近くの公園や川の近くの風光明媚な小道でジョギングを楽しんでいます。自然の中でのジョギングは爽快ですね。週末のアクティビティについて最後に考えたことはありますか？週末はリラックスしたり、趣味を楽しんだり、次の1週間の充電をしたりする絶好の機会です。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、ジョン。楽しさとリラックスに満ちた素晴らしい週末を過ごしてください。どういたしまして、アンナ。感謝するよ。週末も楽しんでください。レッスン14、好きなスナックは何ですか？こんにちは、アンナ。好きなスナックは何ですか？私の好きなスナックはポップコーンです。軽くてサクサクした食感が大好きです。ポップコーンは定番です。特に好きなフレーバーや調味料はありますか？私は甘いポップコーンと美味しいポップコーンの両方を楽しんでいます。キャラメルとチーズのフレーバーが私の頼みのツナです。甘くて美味しいポップコーンの品種は美味しいです。ポップコーン以外に好きなスナックはありますか？新鮮な果物、特にジューシーなスイカとパリッとしたリンゴも好きです。新鮮なフルーツは健康的で爽やかなスナックです。
他に好きなスナックはありますか？私はチョコレートが苦手だ。一切れのダークチョコレートはいつもご褒美だ。ダークチョコレートは満足できるかもしれません。おすすめのダークチョコレートのブランドや種類はありますか？リンドトやギラーデリなどのブランドは濃厚で滑らかなダークチョコレートのフレーバーが好きです。リンツとギラデリは上質なチョコレートで知られています。最後にスナックについて考えたことはありますか？スナックは適度に楽しむことができ、一日を通して素早くエネルギーを補給できます。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。お気に入りのスナックを楽しんで、素敵な一日を過ごしてください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。あなたにも楽しいおやつを。レッスン15、どのくらいの頻度で図書館に行きますか？こんにちは、アンナ。どのくらいの頻度で図書館に行きますか？私は週に一度図書館に行き、余暇に本を借りています。それは私の日常の習慣です。それは素晴らしい。図書館に行って一番楽しいことは何ですか？落ち着いた雰囲気と探検できる本の品揃えがとても気に入っています。図書館はまさに静かで本でいっぱいの天国です。好きなジャンルや借りたい作家はありますか？私は様々なジャンルを楽しんでいますが、特にミステリー小説やアガサ・クリスティの作品が好きです。ミステリー小説はスリル満点です。アガサ・クリスティはそのジャンルで有名な作家です。特におすすめの本はありますか？私のお気に入りのミステリー本には、アガサ・クリスティのそして誰もいなかったとオリエント急行殺人事件があります。それらは古典的なミステリー小説です。必ず調べてみるよ。本を借りる以外に図書館でやっていることはありますか？時々、ブッククラブに参加したり、作家トークやライティングワークショップなどの図書館イベントに参加したりします。ブッククラブや図書館のイベントは魅力的に聞こえます。図書館で思い出に残っていることはありますか？図書館で開かれた本のサイン会で好きな作家に会ったことがあります。夢が叶いました。あなたの好きな作家に会うことは素晴らしい経験だったに違いありません。図書館訪問に関する目標や計画はありますか？読書の視野を広げるために様々なジャンルを探求し、新しい作家を見つけたいと思っています。それは素晴らしい目標です。新しいジャンルを探求することは刺激的な発見につながります。図書館訪問について最後に考えたことはありますか？図書館は知識と想像力の宝庫であり、訪れることは心を広げる素晴らしい方法です。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。図書館への訪問と楽しい読書をお楽しみください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素晴らしい一日を。レッスン16、学校への移動手段として好きなものは何ですか？こんにちは、アンナ。学校への移動手段として好きなものは何ですか？私は大抵スクールバスに乗って学校に行きます。便利で信頼できます。スクールバスに乗るのは理にかなっています。それを好む特別な理由はありますか？時間の節約になり、通勤中にクラスメートと交流することができます。これらは明確な利点です。たまに使う交通手段は他にありますか？天気が良く、距離がなんとかなるときは、自転車に乗って学校に行くこともあります。
自転車に乗るのも楽しい方法です。学校への交通手段で直面した課題はありますか？時折、特にピーク時にはスクールバスが混雑することがありますが、なんとか席を見つけることができます。混雑したバスは不便です。通勤をより快適にするためのヒントや戦略はありますか？通勤がもっと楽しくなるように、また時間を早く過ごすために、本を持ってきたり音楽を聴いたりしています。音楽を読んだり聞いたりすると、間違いなく通勤が楽しくなります。学校への交通手段について、最後に何か考えはありますか？一日をスムーズにスタートさせるには、信頼性が高く快適な交通手段を選ぶことが不可欠です。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。通勤と学校での生産的な一日を過ごしてください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。今日も素晴らしい一日を。第17課学校の行事や大会には参加していますか？こんにちは、アンナ。学校の行事や大会には参加していますか？はい、サイエンスフェアやディベートコンテストに参加しています。刺激的でもあり、やりがいもあります。それは印象的です。サイエンスフェアに参加して一番楽しいことは何ですか？私は実験をしたり、科学的な概念を探求したり、自分の発見を他の人に紹介したりするのが大好きです。サイエンスフェアは、あなたの科学的知識を紹介するための素晴らしいプラットフォームです。コンテストのディベートはいかがですか？ディベートコンテストに参加することで、コミュニケーションスキルを磨き、意見を述べたり、知的な議論をしたりすることができます。競争の議論は知的に刺激的です。これらのイベントで注目すべき成果や記憶に残る経験はありますか？私はサイエンスフェアのプロジェクトで賞を受賞し、激しい議論の中でスリリングな瞬間を過ごしました。賞を勝ち取り、白熱した議論を経験することは、やりがいのあるものでなければなりません。これらのイベントで成功するためのヒントや戦略はありますか？準備、研究、実践が重要です。トピックに精通し、強い議論をすることが重要です。準備は確かに重要です。これらのイベントへの参加に関する目標や願望はありますか？私は科学とディベートのスキルを磨き続け、おそらく高等教育や専門分野でもそれを追求することを目指しています。それは称賛に値する目標です。科学と討論はどちらも将来に役立つ貴重なスキルです。学校行事やコンテストへの参加について、最後に考えていることはありますか？学校行事やコンテストは、個人の成長、学習、新しい情熱の発見の機会を提供します。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。今後のサイエンスフェアやディベートコンテストで頑張ってください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素敵な一日を。レッスン18、それらの間の時間をどのように管理していますか？こんにちは、アンナ。勉強でも趣味でも、その間の時間をどう管理していますか？勉強と趣味の両方に時間を割くスケジュールを作成します。整理整頓とバランスを保つのに役立ちます。それは賢いアプローチです。それぞれにどれだけの時間を割り当てるか、どうやって決めるのですか？勉強の重要性と緊急性を考え、学業と趣味の両方に十分な時間を確保しています。重要性と緊急性のバランスを取ることが重要です。スケジュールを守るために採用している具体的な戦略はありますか？
私はタスクに優先順位をつけ、気を散らすものを最小限に抑え、各アクティビティに割り当てられた時間を最大限に活用するようにタスクに規律を保優先ちます。順位をつけ、気を散らすものを最小限に抑えることは効果的な手法です。時間管理で直面している課題はありますか？予期せぬ出来事や追加の研究要件が発生することもありますが、それに応じてスケジュールを調整して対応します。予期せぬ出来事への適応は非常に重要です。時間を効果的に管理することで得たメリットはありますか？効果的な時間管理により、趣味を楽しみながら、健康的なワークライフバランスを維持しながら、勉強を進めることができます。健康的なワークライフバランスを維持することは重要です。勉強と趣味の間の時間の管理について、最後に考えていることはありますか？自分に合ったリズムを見つけ、必要な時に柔軟に対応することが大切です。時間管理は成功のための貴重なスキルです。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。時間を効果的に管理できるよう頑張ってください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。生産的な一日を。レッスン19、オンライン学習のファンですか？こんにちは、アンナ。オンライン学習のファンですか？オンライン学習には利点がありますが、私は対面式の授業が好きです。あなたはどうですか？私は実際にオンライン学習を楽しんでいます。柔軟性と利便性を提供します。対面式の授業を好む理由は何ですか？対面式の授業の方が魅力的でインタラクティブだと思います。先生やクラスメートとの対面でのやりとりを大切にしています。対面でのやりとりには利点があります。オンライン学習で特に有益だと思う点はありますか？オンライン学習では自分のペースで学習でき、インターネット接続があればどこからでもリソースにアクセスできます。自分のペースで学習できることとアクセシビリティは明確な利点です。オンライン学習で直面した課題はありますか？技術的な問題や潜在的な注意散漫により、オンライン授業中の学習プロセスが中断されることがあります。技術的な問題や注意散漫は苛立たしいものです。こうした課題を克服するために使っているヒントや戦略はありますか？安定したインターネット接続を確保し、学習スペースで気を散らすものを排除し、自己規律を実践しています。これらは効果的な戦略です。オンライン学習と対面授業の比較について、最終的に考えていることはありますか？最終的には個人の好みや学習スタイルによって異なります。どちらの選択肢にもメリットがあり、各個人に最適な方法を見つけることが重要です。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。オンラインでも対面でも、学習の旅が成功しますように。どういたしまして、ジョン感謝するよ。あなたにも幸運を祈ります。レッスン20、学校の宿題を整理するにはどうすればいいですか？こんにちは、アンナ。学校の宿題を整理するにはどうすればいいの？私はプランナーを使って自分の課題や締め切りを管理しています。整理整頓を保ち、締め切りに間に合わせるのにプラ役ンナーを立ちます。使うと、課題を把握しやすくなります。タスクを管理するための具体的な戦略はありますか？私は大きな課題を小さなタスクに分解し、毎日の現実的な目標を設定します。集中力を保ち、先延ばしにならないようにするの課題をに役立小さなちます。タスクに分割するのが賢いアプローチです。整理整頓に役立つ他の方法はありますか？
また、期日や重要度に基づいて課題に優先順位をつけ、タイムリーに完了するようにしています。効果的な時間管理には、課題に優先順位をつけることが不可欠です。整理整頓の面で課題に直面したことはありますか？予期せぬ出来事や仕事量のせいで、スケジュールを守るのが難しいこともありますが、必要に応じて調整したり適用したりします。予期せぬ出来事への適用は重要です。課題を整理しておくことで得たメリットはありますか？整理整頓を保つことで、ストレスを軽減し、仕事量の概要を明確に把握し、質の高い仕事を予定通りに提出することができます。ストレスを軽減し、質の高い作品を提出することは明確な利点です。学校の課題を整理しておくことについて、最後に考えていることはありますか？自分に合ったシステムを見つけ、一貫性を保つことが重要です。学業の成功に役立つ貴重なスキルです。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、アンナ。整理整頓を保ち、学校の宿題をやり遂げて頑張ってください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。生産的な一日を。レッスン21、朝は早く起きますか？こんにちは、アンナ。毎日早起きするよ。朝は早く起きますか？はい、私も早く起きます。それは素晴らしいです。普段はいつに起きますか？私は毎朝6時に起きます。午前6時は、一日を始めるのに良い時間だ。早起きする特別な理由はありますか？より生産的で活力があると感じるのに役立ちます。私も同感です。早起きをするとその日の調子が良くなる。朝の習慣はありますか？朝は瞑想したり運動したりするのが好きです。瞑想と運動は一日を始めるのに最適な方法です。早起きのコツは？一貫した睡眠スケジュールを設定し、就寝前のスクリーンを避けてください。就寝前に画面を見ない時間を一定に保つことで、より良い睡眠が取れます。早起きのメリットに気づいたことはありますか？集中力が高まり、個人的な活動に時間を割けるようになりました。個人的な活動に時間を割くことは貴重です。早起きで難しいことはありますか？最初は難しいかもしれませんが、ルーチンを確立することは役に立ちます。ルーチンを構築するには時間と労力がかかりますが、それだけの価値はあります。他に朝の習慣はありますか？一日を元気にするため、ヘルシーな朝食を心がけています。健康的な朝食は、一日を正しく始めるために重要です。好きな朝食は？フルーツ入りのオートミールや野菜のオムレツが好きです。フルーツと野菜のオムレツが入ったオートミールは栄養価の高い選択肢です。早起きした後の朝の予定は？1日の計画を立て、目標を設定し、タスクに優先順位をつけるのが好き計です。画と目標設定は生産性の向上に役立ちます。早起きについて最後に考えていることはありますか？個人的な選択ですが、ポジティブなスタートを切るには検討する価値があります。試してみて、どのように機能するか見ていきます。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。それがあなたのためになることを願っています。素敵な一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて朝を楽しんでください。レッスン22、普段は何時に起きますか？こんにちは、アンナ。私は大抵午前6時に起きますが、あなたはいつもいつに起きますか？
私も大抵朝6時に起きます。それは素晴らしいです。早起きで生産的な一日を過ごせる。朝6時に起きる特別な理由はありますか？有利なスタートを切ることができ、ポジティブな雰囲気を醸し出してくれると思います。私も同感です。一日を早く始めることは生産性の向上につながる。朝のルーティンにはどんな習慣がありますか？私は運動をするのが好きで、朝はヘルシーな朝食をとります。エクササイズとヘルシーな朝食は、一日の始まりに最適な方法です。いつも早起きするためのコツはありますか？一貫した睡眠スケジュールを設定し、リラックスできる就寝前のルーチンを作りましょう。就寝前の習慣をしっかり整え、心を落ち着かせることで、より良い睡眠を促すことができます。早起きのメリットに気づいたことはありますか？集中力が高まり、活力が湧き、個人的な活動に時間を割けるようになりました。集中力、エネルギー、個人的な時間の増加は貴重なメリットです。早起きで難しいことはありますか？最初は難しいかもしれませんが、ルーチンを確立することは役に立ちます。ルーチンを構築するには努力が必要ですが、長期的には報われます。他に朝の習慣はありますか？私は一日の計画を立て、朝に目標を設定するのが好きです。計画と目標設定は生産的な一日に貢献します。お気に入りの朝食の選択肢は？フルーツ入りのオートミールやタンパク質がたっぷり入ったスムージーが好きです。フルーツ入りのオートミールとプロテインスムージーは栄養価の高い選択肢です。早起きした後の朝の予定は？私は自分のタスクに優先順位をつけ、まず重要なプロジェクトに取り組みます。タスクに優先順位をつけることで、朝の効率的な使用が可能になります。早起きについて最後に考えていることはありますか？それは個人的な選択ですが、ポジティブなライフスタイルにつながる可能性があります。試してみて、どのように機能するか見ていきます。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン成功をお祈りします。生産的な一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて、朝を最大限に活用してください。レッスン23時1分日をどのように始めますか？こんにちは、アンナ。一日をどうやって始めますか？私は歯を磨き、顔を洗うことから一日を始めます。朝の気分をリフレッシュするにはいい方法だ。他の朝の習慣は？その後、ベッドを整えて、その日の服を着ます。ベッドを作り、着替えることで生産的な雰囲気が醸し出されます。朝食の習慣は？一日を元気にするためにヘルシーな朝食を食べるのが好きです。健康的な朝食は、エネルギーと集中力を高めるために重要です。お気に入りの朝食の選択肢は？フルーツ入りのヨーグルトやアボカド入りの全粒粉トーストが好きです。フルーツ入りヨーグルトとアボカドトーストは栄養価の高い選択肢です。その日の残りの予定は？やるべきことがいくつかあるし、午後に会議がある。タスクと会議で頑張ってください。生産的な一日を過ごすためのヒントはありますか？タスクに優先順位をつけ、一日中整理された状態を保ちましょう。優先順位をつけて整理しておくことは、生産性の向上に役立ちます。好きな趣味やアクティビティはありますか？私は本を読んだり、絵を描いたり、自然の中を散歩したりするのが好きです。読書、絵画、自然の中での散歩はリラックスに最適です。セルフケアの習慣を取り入れていることはありますか？私は瞑想を練習し、ストレッチの練習をしています。瞑想とストレッチは、心身の健康を促進します。
一日の始まりについて最後に考えていることはありますか？ポジティブな習慣で一日を始めることは、成功への基調を整えます。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。素敵な一日を。どういたしまして、ジョン。あなたも良い一日を。第24課課外活動はありますか？こんにちは、アンナ。課外活動はありますか？はい、学校の合唱団とディベートクラブに参加しています。それは素晴らしいです。歌ったりディベートしたりするのは楽しいものです。講演やコンクールは予定されていますか？来月は合唱コンサート、来週はディベートトーナメントがあります。コンサートとトーナメントで頑張ってください。演奏する曲は具体的にありますか？合唱団のコンサートでは、ポップスとクラシックの曲をミックスして演奏します。それは多様なレパートリーのようですね。議論するのが好きなディベートトピックはありますか？私は社会問題や時事問題に関連するトピックについて議論するのが好きです。社会問題や時事問題は興味深い討論資料を提供します。他に課外活動をしていることはありますか？また、学校演劇部や地域奉仕部にも参加しています。演劇クラブと地域奉仕は貴重な活動です。今後予定されている演劇や地域プロジェクトはありますか？来月は学校での演劇の準備をしていて、来週は地元のシェルターでボランティアをする予定です。それは素晴らしいです。プレーに足を踏み入れて、ボランティアを楽しんでください。課外活動で個人的な目標はありますか？私は歌唱力を高め、より効果的な討論者になることを目指しています。継続的な改善は称賛に値します。目標を追求し続けてください。課外活動について最後に考えていることはありますか？彼らは個人的な成長と新しい友達を作る機会を提供します。私も同感です。課外活動は豊かな経験になり得ます。アンナ、アクティビティで素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、ジョン。感謝するよ。素敵な一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて、課外活動を楽しんでください。レッスン25、勉強中に音楽を聴きますか？こんにちは、アンナ。勉強しながら音楽を聴きますか？いいえ、私は黙って勉強する方が好きです。黙って勉強することは集中力を高めるのに役立ちます。あなたがそれを好む具体的な理由はありますか？音楽は私にとって気を散らすものなので、沈黙の方が学習に役立つと思います。それは理にかなっています。沈黙は穏やかな環境を作り出すことができる。他に勉強の習慣や好みはありますか？清潔で整理された学習スペースが好きです。清潔で整理された学習スペースは効率を高めることができます。もっと勉強しやすいと思う科目はありますか？数学や科学のような科目を勉強する方が簡単だと思います。数学と科学には集中力と論理的思考が必要です。集中力を保ちながら勉強するための戦略はありますか？勉強会は小分けにして、その間に短い休憩を取ります。勉強会を中断して休憩を取ることで、燃え尽き症候群を防ぐことができます。お気に入りの学習リソースやツールはありますか？オンラインチュートリアルとフラッシュカードは勉強に役立つと思います。
オンラインチュートリアルとフラッシュカードは素晴らしい学習支援です。効果的な勉強のコツは？自分に合った学習ルーチンを見つけて、気を散らすものを排除しましょう。学習ルーチンを定め、注意散漫を最小限に抑えることが重要です。他に学習に役立つアクティビティはありますか？情報をまとめて誰かに教えることは有益だと思います。要約して教えることは理解を深めるのに役立ちます。最後に、勉強について何か考えはありますか？自分に最適なものを見つけ、一貫性を保つことが重要です。私も同感です。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。勉強頑張ってください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。あなたも頑張ってください。レッスン26、長い一日の後にリラックスするにはどうすればいいですか？こんにちは、アンナ。長い一日の後、どうやってリラックスしますか？本を読んだり映画を見たりしてリラックスします。読書や映画鑑賞はリラックスするのに最適な方法です。好きな本のジャンルや映画のジャンルは？ファンタジー本やアクション映画が一番好きです。ファンタジー本やアクション映画はスリル満点です。特におすすめの本や映画はありますか？ロード・オブ・ザ・リングシリーズとアベンジャーズの映画は素晴らしいです。ロード・オブ・ザ・リングとアベンジャーズが人気です。他にリラックスできるアクティビティはありますか？自然の中を散歩したり、音楽を聴いたりするのも好きです。自然散策や音楽は心を落ち着かせることができます。散歩に好きな場所はありますか？近くの公園やビーチ沿いを歩くのが好きです。自然の中を歩くのは爽快です。好きな音楽ジャンルやアーティストは？私はポップミュージックが好きで、テイラー・スウィフトは私のお気に入りのアーティストの一人です。ポップミュージックはキャッチーで、テイラー・スウィフトは才能があります。他にリラックスしたい方法はありますか？ヨガをしたり、瞑想をしたりすると、リラックスできると思います。ヨガと瞑想は落ち着きを促します。おすすめのヨガのポーズや瞑想テクニックはありますか？ヨガでの子供のポーズ、瞑想でのマインドフルな呼吸が役に立ちます。子供のポーズとマインドフルな呼吸は素晴らしいテクニックです。リラックスについて最後に考えたことはありますか？喜びをもたらし、ストレスを解消するのに役立つアクティビティを見つけることが重要です。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。くつろぎながら穏やかな時間をお過ごしください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。リラックスタイムも楽しんでください。レッスン27、最近何か良い映画を見ましたか？こんにちは、アンナ。最近何かいい映画見た？はい、あります。ザ・ビッグ・トリップというコメディ映画を見ました。ザ・ビッグ・トリップは楽しそうですね。ご両親の家事を手伝っていますか？はい、テーブルのセッティングや部屋の掃除などの雑用を手伝っています。それはあなたの責任です。他に手伝っている雑用は？また、皿洗いやゴミ出しも手伝っています。皿洗いやゴミ出しは大事な作業です。家事をもっと楽しくするために何か戦略を立てていますか？家事をしながら音楽やポッドキャストを聞いて、もっと楽しくしています。音楽やポッドキャストは家事をより楽しくすることができます。好きなジャンルやポッドキャストを聞いていますか？
私はポップミュージックを楽しみ、真の犯罪ミステリーについてのポッドキャストを聞いています。ポップミュージックはキャッチーで、本当の犯罪ミステリーは興味をそそられます。部屋を清潔で整理整頓するためのヒントはありますか？私は毎日部屋を片付けて、指定された場所に物を置くことを習慣にしています。毎日の片付けルーチンを保つことは役に立ちます。家事を手伝ったことに対して、両親があなたに与える報酬やインセンティブはありますか？時々、両親は私に余分な自由時間をくれたり、私のお気に入りのデザートをあげてくれたりします。余分な自由時間とお気に入りのデザートは素晴らしいインセンティブです。家事を手伝うことについて最後に考えたことはありますか？家計に貢献し、家族として一緒に働くことが重要です。私も同感です。共有してくれてありがとう、アンナ。映画と雑用を楽しんでください。どういたしまして、ジョン感謝するよ。素晴らしい一日を。レッスン28、週末に地元の動物保護施設でボランティアをしていると聞きました。こんにちは、アンナ。週末には地元の動物保護施設でボランティアをしているそうですね。それは素晴らしい。はい、シェルターで手伝うのは楽しいです。何かボランティア活動に関わっていますか？現在、私はボランティア活動には一切関与していません。でも、あなたの経験についてもっと知りたいです。動物保護施設でボランティアをすることで、動物の世話をしたり、動物と一緒に過ごしたりすることができます。やりがいがあります。それは充実しているように聞こえます。シェルターでのボランティア活動を始めたきっかけは？シェルターに連絡して、ボランティア活動に興味を示しました。彼らは私を歓迎し、研修を提供してくれました。彼らがボランティアを受け付けていたのは素晴らしいことです。シェルターではどんな仕事をしていますか？給仕や動物の囲いの掃除を手伝ったり、養子縁組イベントを手伝ったりしています。給仕、清掃、養子縁組の支援は重要な仕事です。思い出に残る体験や動物の話はありますか？私が世話を手伝った子犬がいて、愛情のこもった家を見つけるのを見るのは嬉しかったです。それは心温まるものだったに違いありません。今後のボランティア活動や情熱を傾けている他の活動についての計画はありますか？地元の環境団体でのボランティア活動を考えています。自然保護に貢献したいです。それは素晴らしい大義です。自然保護は重要です。ボランティアに興味がある人に何かアドバイスはありますか？自分の興味に合った組織や活動を見つけて、彼らに働きかけましょう。ボランティア活動は変化をもたらすことができます。共有してくれてありがとう、アンナ。動物保護施設での素晴らしい仕事を続けてください。ジョン感謝するよ。シェルターに一緒に行きたいことがあったら知らせて。それを心に留めておくよ。さようなら、アナ。レッスン29、夕方は一日で一番好きな時間です。こんにちは、アンナ。リラックスして家族と過ごせる夜を楽しんでいるそうですね。素敵ですね。はい、夕方は一日で一番好きな時間です。あなたはどう、ジョン？一日のうちで一番好きな時間は何時ですか？また、リラックスして愛する人と充実した時間を過ごすことができる夜も楽しんでいます。大切な人と過ごす時間は貴重です。夜のリラックスタイムには、普段どんなアクティビティをしていますか？私たちはよく家族で夕食をとったり、一緒に映画を見たり、あるいは単に会話をしたりします。家族でのディナーやムービーナイトは楽しいですね。家族と一緒に見たいお気に入りの映画はありますか？私たちは様々な映画を楽しんでいますが、コメディやアドベンチャー映画は常にヒットしています。コメディやアドベンチャー映画は家族向けのエンターテインメントに最適です。
あなたにとって夜が特別な理由は何ですか？穏やかな雰囲気と家族との絆を深める機会は、私にとって特別な夜になります。私も同感です。夜の落ち着きとつながりは貴重です。他に夜を楽しむ理由はありますか？夕方には、一日の仕事の後にリラックスすることと、ぐっすり眠る準備をすることのバランスが取れていることが分かりました。確かに、夕方は移行期になり得ます。夜のリラクゼーションの間、何か習慣はありますか？寝る前に本を読んだり、心地よい音楽を聴いたりするのが好きです。リラックスしてリラックスするのに役立ちます。音楽を読んだり聞いたりすることは、リラックスするのに最適な方法です。最後に好きな時間帯について何か考えはありますか？特に夕方には、愛する人と過ごす時間を大切にし、最大限に活用することが重要です。絶対に。共有してくれてありがとう、ジョン。夜のリラクゼーションと家族との時間を楽しんでください。どういたしまして、アンナ。感謝するよ。ご家族とも素敵な夜を過ごしてください。レッスン30、あなたは週に3回ジムで運動していると聞きました。こんにちは、アンナ。週に3回、ジムで運動していると聞きました。すごいですね。はい、アクティブでいるようにしています。ジョン、どれくらいの頻度で運動するの？私も週に3回運動します。健康で健康を維持するのに役立ちます。それは素晴らしいです。普段、ジムではどんなエクササイズをしていますか？トレッドミルでのランニングなどの有酸素運動とウェイトを使った筋力トレーニングを組み合わせていっています。カーディオトレーニングと筋力トレーニングは全体的なフィットネスにとって重要です。ワークアウトの具体的な目標はあり私ますか？の主な目標は、持久力を高め、筋力を高めることです。持久力と筋力は素晴らしい目標です。定期的に運動するモチベーションを維持するためのコツはありますか？具体的な目標を設定し、自分が楽しめるエクササイズルーチンを見つけ、ワークアウト仲間がいると、モチベーションを維持できます。これらは役に立つヒントです。ワークアウト仲間がいると、説明責任を果たすことができます。ジム以外にアクティブでいるためにやっていることはありますか？ハイキングや友達とのスポーツなどのアウトドアアクティビティを楽しんでいます。野外活動はアクティブでいるための楽しい方法です。好きなハイキングスポットやスポーツはありますか？近くにはハイキングしたいトレイルがあり、友達とバスケットボールをするのが好きです。ハイキングとバスケットボールはエキサイティングですね。エクササイズとアクティブでいることについて、最後に何か考より健えはあ康的なりますか？ライフスタイルを送るためには、自分が楽しめるアクティビティを見つけ、運動を定期的に行うことが重要です。これ以上は同意できませんでした。共有してくれてありがとう、ジョン。ワークアウトで素晴らしい仕事を続けてください。どういたしまして、アンナ。感謝するよ。アクティブに過ごして、素晴らしい一日を。